耐え難を耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために大抵を開かんとする。どうも、今年でね、戦後77年になります。やっぱりね、8月になると戦争のことを考える方も多いんじゃないでしょうか。特に今年はね、ウクライナ、ロシアの侵攻もありましたし、やっぱり戦争というのはね、台湾のこともありますから、身近に感じる方も多いと思います。アメリカに来てから2つ欲しい銃がありまして、その1つである99式小銃。非常に貴重な銃をね、やっと手に入れることができました。今日はこの99式、これをね、紹介していきたいと思います。この99式ですけど、1939年に帝国陸軍へ正式採用されます。この銃はアメリカではタイプ99有坂って呼ばれてるんですね。その有坂の名前の由来なんですけども、それはもともと30式小銃を設計された有坂成明中将に由来します。で、30式は日露戦争の時に使用されてたものです。でその時にね、結構故障が相次いだらしいんです。原因としては砂とかがね、このアクションに入って動かなくなったりとかがあったみたいで、それで設計されたのが38式です。でその設計者が南部ピストルで有名な南部喜次郎中将。彼がね、後々ダストカバーとかね、こういうのに入れますけども、それは30式での故障が原因です。で彼が強調したのはシンプルに作ること。もうこの後でね、ボルトとか解剖しますけども、本当に中身シンプルです。さらにシンプルのくせにものすごくアクションのスムーズが良くて、非常にいい銃になってます。で38式から99式に移動した時にもアクションはそのままほぼ一緒のアクションになってます。38式小銃は 6.5 ミリの口径を使ってたんですけども、現場からパンチ力が少ないっていうような文句が出てたらしいんで、列強もね結構大口径を使ってたんで、99式この銃は 7.7 ミリになってます。結構でかい弾ですよね。で日本軍の元々の計画としては、おそらく太平洋戦争突入前に 6.5 から 7.7 へ完全移行するはずやったと思うんですね。それをできないまま太平洋戦争に突入してしまったと。そうなるとどうなるかというと、 7.7 の部隊と 6.5 の部隊バラバラになっちゃうんですね。で当時は 7.7、6.5 をしっかり分けて部隊派遣してたらしいんですけども、戦争がね長引くにつれ部隊転換もどんどんして、部隊がねごちゃ混ぜになって、となると銃もごちゃ混ぜになるわけですよね。ということは 7.5、6.5 をしっかり分けてね、補給するってことがもう不可能になってしまったと思うんですね。で今ねロシアもねウクライナを侵攻していますけども、ウクライナうまくね補給ポイント、補給ラインをしっかり攻撃してます。補給ラインってそんだけ大切なんですよ。自分もね仕事でサプライチェーンやってますけども、6.5、7.7 がバラバラになったようなねサプライチェーンも考えるだけでね鳥肌が立ちます。さて今ざっとね99式に至るまでの歴史を振り返りましたけども、ちょっと99式の話をしますと、製造期間が主に3つに区分されることができるんですね。ここにある99式っていうのは初期のものになります。でなんで言えるかというと、これはまず短脚がここにあって、対空標尺後ね説明しますけどもしっかりついてます。中期になってくるとまずこの短脚がなくなります。で対空標尺のこの横のバーもねなくなってくるんですね。でもう最後の末期になってくると、英語でラストディッチっていうんですけど、短脚はなしで対空標尺も固定、さらにねこのセーフティーのボルトがあるんですけど、これもねもう短略化されたものになります。で話に聞くと中のアクション自体はもうほぼそのままで、安全はリスクをかけてなかったっていうんですけども、アメリカでね結構戦後この銃を持って帰ってきて撃って暴発したっていう例があるんですね。だからどっちか分かりません、正直。もしかしたらもう中も結構短略化して危ない銃を作ってたかもしれません。そしてねもうラストディッチライフルになってくると、木の材質もね結構悪いやつを使ってたりとか、もうしっかり乾燥させないで乗っけたりとかやってたみたいですね。おまけにこの後ろのバットプレートあるじゃないですか、これ金属ですけども、これも木に変わったりとか、いろいろそういうことをやって、とにかく早くスピーディーに生産できるようなものを作ってたらしいです。さっきからこの銃のこと99式言うてますけど、正式名称で言うと99式単小銃になります。ちょっと短いですね。なぜかというと、この99式もともと生産が始まった時もうちょっと長いやつ作ってたんですよ。ただその生産はもうすぐ止まってしもうて、すぐに生産が始まったのがこの99式単小銃、ちょっと短いやつですね。で、ほとんど今出回っているのがこの99式単小銃ですんで、俗にね99式っていうとほぼ99式単小銃って思っていただいていいと思います。スペックですけど、全長は 1118 ミリ、重さは 3.8 キロです。でボルトアクション式になってますけども、クラシックなマウザー式銃です。で総弾数は5発。同時期にねアメリカ軍が持っていたスプリングフィールドの M1 ガーランド、あれはセミオートですけども、これはボルトアクション式です。
この銃ですけども、シリアルナンバー見てください。いろはにほへとの2、52454、そしてね最後のマークは名古屋造兵廠のマークになります。チャートによると第4シリーズの52,454番目の銃ってことになるんですけども、自分はねそこら辺のちょっと知識があまりないんで、もしねこれを見てらっしゃる方で知ってるぞと、もうちょっと詳しいこと知ってるぞっていう方、コメントに残してください。教えてください。お願いします。まずエクステリアですけども、焼成がついてますね。そしてこの焼成ガードも横についています。そしてその下にはクリーニングロッドもしっかりついています。リリースするためにはここにねちっちゃいボタンがあるんですけど、これを押します。これを押すとリリースされてクリーニングロッドが出ると。さらにねここに出っ張りがあるの見えますかね。これは銃剣を入れるところなんですね。こちらに30式銃剣があります、ね、ここに溝があるんですけど、これをこの中に差し込みます。輪っかをね重心に入れてカチッと。かっこいいですよね。ここのフックは何のためにやるかというと、銃剣同士で戦う際にここに相手の銃剣を入れて折るとか取るとかそういうことをするらしいですね。でこれを出す時には今度銃剣の方のボタンがあるんですけども、これを押して取ります。さてこの短脚ですけども、これもまた評判悪かったみたいですね。これをね売ってるとどんどん下がってきたりとか、これはね実際に使ってみてもかなりグラグラするんですよね。だから使っててもあんまり意味がないとかということで、兵隊の中ではもうこれも取っちゃう人も多かったみたいです。現にねアメリカにある99式これが取れちゃってるやつ多いです。対空標識は通常時にこういうふうにね下げておいておくんですけど、この丸ねこれ非常に見やすくて、38式と比べてかなりのインプルーブメントって言えると思います。倒したままで撃つときは0から 300m が0インです。で遠くを撃つときはこれを上げるんですけども、一番上のやつ15って書いてますよね。これ 1500m です。これをちょっと上げますね。今15まで上げましたけども、この丸と先っちょの小生を合わせて 1500m 先まで当てるっていうことです。飛行機を当てるにはこのサイドのバーを使います。ここにね3と2って書いてあるんですけども、両方とも3と2って書いてますけども、300ノット200ノットの数字です。これはねもう低空飛行でかなりスローに飛んでる飛行機での限定なんですけども、例えばね飛行機がこうやってブーンと飛んできたと、300ノットで飛んできて3のところに来た時にバーンと撃つと、そしてブーンと飛んできてここでバーンと当たって落ちるっていう原理です。で200ノットで飛んでる場合はブーンと飛んできて2のところに行った時にバーンと撃つと、でここに来た時にバーンと当たって落ちるっていう原理です。アメリカの YouTuber のチャンネルで CN Arsenal っていうのがあるんですけども、そこでものすごく詳しく話されてます。その人ねアメリカ人ですけど、ものすごく有坂銃、日本の銃のこと詳しくて非常におすすめです。全部英語ですけど、もしね英語わかる方いらっしゃったらそこのチャンネルも行ってみてください。リンクはね下に載せておきます。なぜねこんな使いもしないような標識を作ったかっていうと、それはちょっと時代背景を考えなあかんと思います。この99式がもともと作られた時期っていうのは、日本は日中戦争の時代ですね。でその時の飛行機っていうのはもう遅いし、服用機みたいなものすごく古い飛行機ですね。だから低空飛行でゆっくり飛んできて爆撃するっていうような飛行機が多かったそうです。でそれに対してはこれ使えたかもしれないですけど、太平洋戦争に突入して米軍のね高高度爆撃とかかなりのスピードの速い戦闘機とかにはねもうこれはもう無用の長物になってしまったっていう話です。そしてやっぱ一番のポイントはこの菊の御紋ですね。この菊の御紋、なんとアメリカにあるほとんどの銃はこれ削り取られてるんです。どういうことかっていうと、戦後ね日本が負けてアメリカに銃を引き渡す際にこれを削り取ったんですよ。なぜそんなことを日本がしたかっていうと、やっぱりこれ菊の御紋、天皇陛下のね所有物っていうことを示すものであって、それをアメリカに渡す時にその天皇陛下の所有物をそのまま渡してはいけないということで削り取ったっていう説があります。したがってねこの菊の御紋がしっかりついているもの、これはコレクターバリューが非常に高く上がってます。今からねボルトのフィールドストリップをしたいと思います。ボルトが取れました。このボルトねめちゃくちゃシンプルなんですよ。で38式の設計者南部さんがね設計した時に条件としてボルトとかねいろいろな仕組みがシンプルであること、それはね戦場に行った時にねメンテが少なくできるからです。まずこのセーフティーボルトを取ります。こういうふうに取りますね。中からファイアリングピンが出てきます。でファイアリングピンの中にはバネがついています。置いておきましょう。でこちらのボルトの方ですけど、ここに溝があるの分かりますかね。この溝がないところにこのエクストラクター、マウザー式のエクストラクターを回していきます。で前に押すだけでエクストラクターが取れて、これで終了です。めちゃくちゃシンプルでしょ。
戻すときはね全く逆の工程ですけども、まずエクストラクターを戻します。戻りました。でファイヤリングピンを戻してバネを戻してセーフティーピンを戻すと。これだけです。で銃の方で戻しますね。以上終了です。さて次はねトリガーウェイト測っていきたいと思いますけど、まずねこちらにダミー弾が用意してあります。ダミー弾を乗せますね。はい OK です。ちなみにセーフティーの話してなかったですね。セーフティーはさっきセーフティーボルトって言いましたけど、これね押して回すんですよ。そしたらトリガーがセーフティーでかかってもうかからないようになります。で戻す時はこっちを逆にこっちに回すんですね。素晴らしい設計です。はい。ということでトリガーウェイト測っていきましょう。ポンドで測ります。いきます。5ポンド。3ポンド。5ポンド。ちょっとばらつきはありますけどね、おそらく5ポンド、3ポンドは多分自分の測り方が悪いだけだと思います。もうね、終戦から77年、もうこれが作られてからもう90年近く経ちますけども、このボルトのスムーズさっていうのはね、素晴らしいです。当時のね、日本の技術力の高さっていうのがね、思い知らされる銃やと思います。はい、射撃場にやってまいりました。今からね、50ヤード、100ヤード、200ヤードに分けてね撃っていきたいと思います。どんな感じでね撃っていけるか楽しみです。では行きましょう。今回使用する弾はノーマの 7.7 ジャップっていう弾です。で先の方がね丸くなってるの分かりますかね。これはソフトポイントで白用に主に作られてます。弾をね1発ずつ入れるのもできるんですけど、実際の戦場ではこういうストリッパークリップを使っていて5発ねここに乗せれます。これでね一気にガチャッと中に入れるわけですけど、はい、これで5発塗りました。ではまずね50ヤードからいってみます。エレベーションは OK です。ちょっとウィンデッジが左にそれました。打った感じね、そんなにリコイル思ったより悪くないです。シャーど真ん中。わかりますこれ、モノポッドが落ちてきましたよね。これ、兵士がこれをね、捨てるのも、もうしゃあないですわ。こんだけね、押してくれやったら。50メートル真ん中打てたんで、今から今度100ヤードに行って打ってみたいと思います。では100ヤードいきます。100ヤードもね標識を上げずにこの一番下のやつでいきたいと思います。300メートルまでこれでいけるんで。カンと落としましたね。当たったのは当たった。上の方に当たりましたね。ちょっともうグラスはつけません。ごめんなさい。ちょっと下に狙います。命中。ウィンデッジは OK ですね。エレベーションがちょっとまだちょっと高い。お、取れた。的が落ちました。まだちょっと高いなウィンデッジが。まあでもそんな悪いわけではないんで。あといきます。はい、ラスト1。
100ヤードラス1。ちょっと上すぎたねはい、じゃあ200いきましょう。ということでちょっと見てきました。皆さんね GoPro で見えてると思うんですけど、ちょっとここからじゃ全然見にくいんでね、おまけにちょっと真ん中をね白く塗り直しました。上に行ってるからちょっと下に狙わないといけないですね。当たった、当たりました。カーンって言いましたね。よっしゃ、ほぼ真ん中。まだ微妙やな。今のはミスりましたね。はい、もう一発。よっしゃー。308と打ち比べてリコイルは308の方がやっぱり強いです。ただね、これも結構来る。次はね、立射でどんな感じかちょっと一回打ってみましょう。まあきついはきついですね、リコイル。では今度は着剣してやりましょう。では着剣します。かっこええ重い。リコイルは確実にマネージしやすい。やっぱ先が重いんでね。はい、命中。300や200ヤードいきます。当たったか？当たってはないと思うんですけどね。はい。リコイルはね、絶対マネージしやすいこっちの方が。やっぱり先が重いんでね、それはまあメイクセンスはメイクセンスなんですけど。着剣でした。この救急式のね、アクションものすごくスムーズで素晴らしいんですけどね、このダストカバーをつけるとちょっとだけ鈍るんですよ。これね、まあアフターマーケット品なんでそれでかもしれないですけど、一回これ取ってみてね、それでちょっとアクション見てみたいと思います。戦時中はね、兵隊の中でもこのダストカバーを取っちゃうって人も多かったみたいです。はい、取りました。これね、一回ダミー弾を入れてこのスムーズさをちょっと見ていただこうと思います。めちゃくちゃスムーズね。素晴らしいアクションです。今から2発連続ね、立射でいきます。では最後3発重剣をつけたままいきましょう。
99式でしたけども、いい銃ですね。本当に気に入りました。もうアクションほんまにスムーズです。素晴らしい銃だと思います。これがね戦前の日本で作られてたんですから、もう驚きですよね。まあ200ヤードはねちょっともうボアが熱くなっていいのかわからないですけど、まあ多分売ってる主の腕の下手さやと思うんですけども、まあそれでも当たりましたからね。下の方にグルーピングされてたんで、もうちょっと上狙えばよかったですけども、はい、100ヤード50ヤードはねもちろんの話です。いや本当にアクションがスムーズでびっくりしました。リコイルはね少々強いです。やっぱり 7.7 ね。いつもね見ていただいてありがとうございます。コメントを残してくださる方ね本当にありがとうございます。大好きです。はい、ということでね今週もありがとうございました。